エリカさん、明日も来てくれる？入学式を終えた帰り道、娘のリコがそう尋ねた瞬間、公平は足を止めた。リコが自分から誰かに明日を求めたのは、母親を亡くしてから初めてだった。その相手は、公平が少し前まで職場で一番苦手にしていた女性だった。無表情、愛想なし、仕事には容赦がない。社内では氷の女とまで呼ばれている桐島エリカ。なぜそんな彼女にリコはここまで心を開いたのか。そして公平自身もまだ知らなかった。エリカがリコの母親が残したあるものを知っていたことを。物語は4ヶ月前、冬の図書館から始まる。村瀬公平38歳。食品メーカーで生産管理を担当している。仕事は早い。責任感も強い。後輩からの信頼も厚かった。ただし、毎日17時30分になると、誰よりも早く会社を出る。村瀬、今日も帰るのか？すみません。お先に失礼します。謝るなって、娘さん待ってるんだろ。はい。公平には7歳になる娘がいた。村瀬理子。そして2年前までもう一人家族がいた。妻の美咲だった。病気が見つかった時にはすでに進行していた。治療を続けたが、美咲は32歳で亡くなった。それから公平と理子、2人だけの生活が始まった。朝食を作り、学校へ送り、仕事をして迎えに行き、夕食を作る。洗濯、風呂、明日の準備。公平は必死だった。だが、どうしても戻せないものがあった。リコの笑顔だった。母親を亡くしてから、リコは必要以上のことを話さなくなった。リコ、今日学校どうだった？普通。給食は？食べた。友達とは？遊んだ。それ以上、会話が続かない。公平は何度も思った。俺の育て方が悪いのか。しかし、どうすればいいのかわからなかった。だから、せめて自分だけはいなくならない。そう決めていた。恋愛も再婚も考えない。リコが成人するまで父親として生きる。それでいいと思っていた。そんな公平にも一つだけ気になっていることがあった。リコは欲しいものを言わなくなっていた。スーパーへ行っても、お菓子一つ選んでいいぞ。いらない。本当に？うん。洋服を買いに行っても、どっちがいい？どっちでもいい。公平が選んだものを黙って着る。わがままを言わない。困らせない。7歳の子供を育てる親としては楽なのかもしれない。だが、公平にはそれが怖かった。美咲が生きていた頃のリコは違った。アイス売り場の前で座り込み、ピンクの靴がいいと泣き、寝る時間になっても絵本をもう一冊とせがんだ。美咲、何？こいつ誰に似たんだ？あなたじゃない？絶対違う。そんな会話をしていた。あの頃のリコは欲しいものを欲しいと言った。嫌なことを嫌だと言った。だが母親が亡くなった後、まるでこれ以上何かを求めれば、また大切なものを失うとでも思っているように、リコは何も欲しがらなくなった。ある夜、公平が布団をかけ直そうとすると、眠ったと思っていたリコが小さく言った。パパ、起きてたのか。パパはいなくならない？
公平の手が止まった。いなくならないよ。ずっと？あ、本当？本当。リコはそれ以上何も言わず、目を閉じた。公平は暗い部屋でしばらく娘の寝顔を見ていた。だからこそ、新しい誰かを家庭に入れることなど考えられなかった。約束を増やさなければ、失う約束も増えない。公平はそう信じていた。そんな公平の職場に、どうしても苦手な女性がいた。品質管理部の桐島エリカ、36歳。仕事は完璧だった。その代わり笑わない。雑談しない。妥協もしない。ある日の会議。この部長で進めよできません。会議室が静まり返った。う。何？検査母数が不足しています。この状態で量産判断する根拠を教えてください。いや、それは。根拠がないなら承認できません。後輩社員が小声で公平に言った。怖っ。公平も否定できなかった。間違ったことは言っていない。むしろ正しい。だが、できれば一緒に仕事はしたくない。それが公平の本音だった。そして、エリカはなぜか、公平に対して特に厳しかった。村瀬さん。はい。この報告書、再提出してください。どこか間違っていますか？3ページ目です。公平が確認する。確かに小さな入力ミスがあった。すみません。謝罪ではなく修正をお願いします。はい。エリカは去っていく。村瀬さん、嫌われてません？俺もそんな気がする。二人で苦笑した。まさか、その女性が、リコの人生を大きく変えるとは、この時の公平には想像もできなかった。土曜日、公平はリコを連れて私立図書館へ来ていた。リコは本が好きだった。特に母親が生きていた頃から読んでいた絵本を好んだ。好きなの選んでいいぞ。うん。公平は仕事関係の本を見るため、一度リコと別れた。10分ほどして自動書コーナーへ戻る。そこで公平は足を止めた。聞き覚えのある声がした。それ、面白い？公平が棚の向こうを見る。え？桐島エリカだった。しかも、エリカの隣にリコが座っていた。公平は思わず本棚の陰に隠れた。何をやってるんだ、俺は。そう思いながら、二人を見る。どこが好きなの？リコが絵本を指さした。ここ？どうして？お母さんが、ここ読むときだけ声を変えてたから。公平の胸が痛んだ。妻の話だった。エリカは何も言わない。ただ、リコの隣に座っていた。しばらくして、リコがエリカを見る。読める？私が？うん。エリカが本を受け取る。そして読み始めた。公平は耳を疑った。会社とはまるで違う声だった。柔らかく、穏やかで、リコが笑った。公平は動けなくなった。久しぶりに見る娘の自然な笑顔だった。その時、エリカが顔を上げた。公平と目が合った。村瀬さん？どうも。いつからいたんですか？今です。嘘だった。パパ。ん？エリカさん、会社の人？そうだよ。怖くないよ。え？公平は
思わずエリカを見た。エリカは少し気まずそうに視線をそらした。帰ろうとした時だった。その本。はい。ずいぶん古い版ですね。リコが持っていた絵本だった。妻のものだったんです。エリカの表情が変わった。奥様の？子供の頃から持っていたらしくて。そうですか。妙な反応だった。何か？いいえ。エリカはそれ以上話さなかった。ところが翌週、再び図書館へ行くと、またエリカがいた。エリカさん。リコが走っていく。走るな。こんにちは。こんにちは。今日も読んで。自分で読みなさい。途中まで。途中までね。公平は笑いそうになった。会社の人間が見たら信じないだろう。それからだった。土曜日、3人で図書館にいることが増えた。誰が約束したわけでもない。でも、気づけば同じ時間に集まるようになった。最初は公平にとって不思議な時間だった。会社ではエリカと2人になるだけで緊張する。なのに図書館では沈黙さえ気まずくなかった。リコが本を選んでいる間、公平とエリカは少し離れた椅子に座る。霧島さんって本好きなんですね。普通です。普通の人は毎週図書館に来ないと思いますけど。村瀬さんも来ています。俺は娘の付き添いです。では私もリコちゃんの付き添いということにします。公平は思わず笑った。エリカがこちらを見る。すみません。何がですか？いや、会社だとそういうこと言う人だと思ってなかったので。どういう人だと思ってたんですか？公平は答えに詰まった。怖い人？図星だった。まあ。正直ですね。すみません。謝罪ではなく、訂正してください。公平は一瞬固まった。会社で何度も聞いた言い回しだった。すると、エリカの口元がほんの少し緩んだ。冗談だった。今の、わざとですよね。何のことでしょう。その時、本棚の向こうから、リコが2人を見ていた。そして小さく笑っていた。公平はその顔を見て、胸の奥が温かくなるのを感じた。3人で図書館を出た後、近くのパン屋へ寄ることもあった。リコが選ぶのはいつも同じクリームパン。ある日、エリカがカレーパンを取った。辛いよ。知ってる。エリカさん、辛いの好き？好き。私は嫌い。知ってる。なんで？前にカレーの本を読んだとき、辛いの嫌いって言ってたから。リコが驚いた。公平も驚いた。エリコはリコの何気ない一言を一つずつ覚えていた。リコは少し考える。そして自分のクリームパンを半分に割った。これ、あげる？いいの？辛いの食べた後、甘いのいるでしょ？エリカはしばらくその半分のパンを見ていた。それから、ありがとう、と言った。公平にはその声がいつもより少しだけ柔らかく聞こえた。ある日、図書館で工作教室が開かれた。テーマは、自分だけのしおりを作ろう。リコ、やってみる？どっちでもいい。まただ。公平は少し寂しくなった。リコは何を聞いても、どっちでもいい。
何でもいい。と答える。その時、エリカがしゃがんだ。私は青にする。エリカさんもやるの？やったらダメ？大人なのに？大人もやります。リコが少し笑った。リコちゃんは？私は青。しばらく待つ。リコが小さく言った。黄色。公平が顔を上げた。黄色がいい。じゃあ黄色。それだけだった。だが、公平には大きな出来事だった。妻が亡くなって以来、リコが自分からこれがいいと言った。公平はエリカの横顔を見つめた。この人は、俺が2年間できなかったことを、いとも簡単にやってしまった。帰り道、公平はエリカに聞いた。どうして子供への接し方がそんなに上手なんですか？上手じゃありません。リコ、霧島さんには話します。エリカは少し黙った。そして言った。妹がいました。妹さん8歳下です。エリカは歩きながら続けた。両親は共働き。帰宅はいつも遅かった。そのため、年の離れた妹の面倒を見ていたのは、ほとんどエリカだった。食事を作り、宿題を見る、本を読む。高校生になっても、大学生になっても、妹の世話をした。今は？エリカの足が止まった。亡くなりました。18歳でした。交通事故だった。大学への進学が決まり、これからという時だった。最後に喧嘩したんです。喧嘩？くだらないことです。妹が借りた本を返さなかった。私は仕事で疲れていて、いい加減にしてって怒鳴りました。そして、その翌日、妹は事故に遭った。だから、少し笑った。本を見ると、時々思い出すんです。公平は初めて理解した。なぜこの女性が図書館にいるのか。エリカもまた、失った人との時間を本の中に残していたのだ。数週間後、公平はリコが大切にしている古い絵本を修理しようとした。表紙が剥がれかけていた。そろそろ直さないとな。ページを確認していると、一枚の紙が落ちた。古い図書カードだった。なんだ、これ。裏を見る。手書きの文字。この本を見つけてくれた人へ。私はこの物語が大好きです。美咲。公平は息を飲んだ。妻の字だった。次の土曜日、公平はエリカに見せた。エリカの顔色が変わった。これ、知ってるんですか？エリカはカードを見つめたまま動かなかった。昔、図書館に子供が好きな本を紹介するカードを置く企画があったんです。はい。妹が、エリカの声が震えた。このカードを持って帰ってきました。え？エリカはバッグから古い手帳を出した。ページの間から一枚の紙。そこには同じ筆跡で別の本を紹介する文章が書かれていた。これ、美咲の字です。やっぱり。エリカの妹は公平の妻が書いた推薦カードをきっかけに本を読むようになったという。二人は直接会ったことはなかった。それでも一冊の本を通じて、二人の人生がほんの少しだけ交わっていた。
こんなことあるんですね。私も驚いてます。その横でリコが言った。ママとエリカさんの妹も友達だったの？友達ではないと思う。エリカがリコを見る。そして微笑んだ。でも、同じ本が好きだったんだと思う。じゃあ友達だよ。そうかもね。その瞬間、公平には偶然とは思えなかった。変化したのはリコだけではなかった。公平自身の生活にも、いつの間にかエリカが入り始めていた。金曜日になると、翌日の天気を確認する。図書館へ行けるだろうか。エリカも来るだろうか。そんなことを考えている自分に気づく。会社でも、以前ならエリカからメールが来るだけで身構えていた。今は、懸命に霧島エリカと表示されると、ほんの少しだけ口元が緩む。もっとも、内容は変わらない。添付資料の数値に誤りがあります。修正願います。そこは変わらないんだな。何か言いました？いや。ある日、会社を出たところで雨が降り始めた。公平は傘を持っていなかった。玄関で立ち止まっていると、後ろから声がした。駅までですよね。公平が振り返る。エリカが傘を差していた。いや、大丈夫です。走ります。風邪をひいたら困るのはリコちゃんでしょ。それを言われると。二人で一本の傘に入った。会社から駅まで10分ほど。肩が触れないように妙に距離をとって歩く。村瀬さん。はい。傘、そちらに寄りすぎです。霧島さんが濡れてるじゃないですか。私は大丈夫です。風邪ひいたら、リコが困ります。エリカが公平を見る。そして小さく笑った。使いますね、私の言葉。便利だったので。駅に着いた。ありがとうございました。では明日。はい、また図書館で。当たり前のように、また明日と言った。エリカも当たり前のように受け入れた。公平は電車に乗ってから気づいた。誰かと明日会う約束をすることがこんなに嬉しかっただろうか。美咲を亡くして以来、公平は未来の予定をなるべく作らないようにしていた。予定はその日が来ることを期待する行為だからだ。だが自分は今、明日の土曜日を楽しみにしている。その事実に気づいた瞬間、公平は嬉しさより先に怖さを感じた。三人で過ごす時間が増えた。夕食を食べることもあった。休日に公園へ行くこともあった。そして公平は気づいていた。自分がエリカを好きになり始めている。だが、それと同時に怖くなった。リコも完全にエリカへ懐いていた。もし関係が壊れたら、リコはもう一度大切な人を失う。公平は決めた。距離を置こう。次の土曜日、図書館へ行かなかった。その次も。今日は別のところへ行こう。図書館は？また今度。エリカさんは？今日は会わない。リコは黙った。夜、リコが聞いた。パパ。ん？エリカさん、嫌いになった？違うよ。じゃあ、なんで会わないの？答えられなかった。数日後、会社の帰り、エリカが公平を呼び止めた。村瀬さん。はい。少し時間ありますか？二人は会社近くの公園へ行った。私、何かしました？してません。
じゃあどうして？公平は黙った。そして本当のことを話した。怖くなったんです。何が？リコが。公平は言葉を探した。桐島さんを大切に思いすぎることが。エリカの表情が変わった。もし俺たちがうまくいかなかったら、リコはまた大切な人を失う。だから、今ならまだ。その瞬間、エリカが遮った。勝手ですね。はあ、リコちゃんが傷つくかどうか、どうして村瀬さん一人で決めるんですか？公平は何も言えなかった。私が傷つくかどうかも、村瀬さんが決めるんですか？桐島さん。エリカの目が少し潤んでいた。妹を失ってから誰かを大切にするのが怖かった。だから仕事だけしてきました。それなら失うものがないから。公平は自分と同じだと思った。でも、リコちゃんと会って、村瀬さんと会って、また誰かの明日を楽しみにしてしまった。そして公平を見る。それを勝手に終わらせないでください。公平の胸にその言葉が刺さった。すみません。謝らないでください。じゃあ。公平は少し笑った。来週、また図書館に来てもらえますか？エリカは涙を拭った。考えておきます。そこは来るって言ってくださいよ。エリカが初めて公平の前で声を出して笑った。それから公平とエリカはゆっくり関係を深めていった。急がなかった。リコを第一に考えた。二人はすぐに恋人になったわけではない。公平もエリカも大切な人を失った経験がある。だから互いに急がなかった。ある日、リコを寝かせた後、公平のスマートフォンにメッセージが届いた。リコちゃん、今日は元気でしたか？エリカだった。公平は返信する。黄色いしおりを枕元に置いて寝ました。少しして、そうですか。それだけ。さらに数分後、もう一通届いた。よかったです。公平は画面を見ながら笑った。そして初めてリコのことではなく、エリカ自身のことを聞いた。桐島さんは今日楽しかったですか？既読がつく。だが返事が来ない。5分、10分。公平は余計なことを聞いたかと思い始めた。ようやく画面が光った。楽しかったです。続けて。だから少し怖いです。公平はしばらくその文章を見た。意味は聞かなくてもわかった。自分と同じだった。楽しい時間はいつか終わる。大切な人はいつかいなくなる。知っているから幸せになればなるほど怖くなる。公平はゆっくり文字を打った。俺もです。送信する。少ししてエリカから届いた。じゃあ、お互い様ですね。公平は笑った。そうですね。それから。でも、明日も会いましょう。送信した。今度はすぐに帰ってきた。はい。たった二文字だった。それでも公平には、これまでのどんな長い言葉よりも大切な返事に思えた。春、リコの入学式。公平とエリカも一緒に学校へ向かった。リコのランドセルには黄色いしおりがついていた。三人で図書館で作ったものだった。入学式が終わる。
校門の前、桜が待っていた。写真撮ろう。うん。三人で写真を撮った。帰ろうとしたとき、リコがエリカの袖を掴んだ。どうしたの？エリカさん。うん。少し迷ってリコが聞いた。明日も来てくれる？エリカは一瞬答えられなかった。明後日も？エリカの目に涙が浮かんだ。しゃがんでリコと目線を合わせる。言ってもいい？リコがうなずいた。ずっと来て。エリカはリコを抱きしめた。公平はその姿を黙って見ていた。2年前、母親を亡くしてからリコは誰かがいなくなることを恐れていた。だから欲しいと言わない。会いたいと言わない。期待しない。そうすれば失った時に傷つかなくて済む。そんな娘が初めて誰かとの明日を欲しがった。リコの言葉を聞いたエリカは抱きしめたまましばらく動かなかった。公平にはその理由がわかる気がした。明日も来て。ずっと来て。それはエリカ自身も子供の頃に誰かへ言いたかった言葉なのかもしれない。リコちゃん。何？約束してもいい？何を？エリカは少しだけ公平を見る。そしてリコへ視線を戻した。会いたいときは会いたいって言って。リコは首をかしげる。欲しいものがあったら欲しいって言って。寂しかったら寂しいって言っていい。リコは黙って聞いている。我慢してる方が偉いわけじゃないから。エリカさんも？エリカが止まった。エリカさんも寂しいとき言う？エリカは公平を見た。公平も何も言わずにうなずいた。言う。本当？頑張ります。リコが笑った。公平も笑った。じゃあ、私も頑張る。頑張らなくていいんだよ。どっち？三人で笑った。桜の花びらがリコの黄色いしおりの上へ一枚落ちた。公平はその瞬間を見ながら思った。リコを救ってくれたのはエリカだけではない。リコもまたずっと一人で生きてきたエリカの心を少しずつ外へ連れ出していたのだ。三人は誰か一人が誰かを救ったのではない。互いに足りなかったものを少しずつ渡し合っていた。だから家族になれるのかもしれない。それから1年、土曜日、三人はいつもの図書館にいた。パパ、何？これ借りる？またそれ？好きだから。好きなら何回読んでもいいの。甘やかさないでください。本くらいいいでしょ。リコが笑う。公平も笑った。エリカも笑った。棚には一冊の古い絵本。公平の妻、美咲が好きだった本。そしてエリカの妹が好きだった本。二人はもういない。それでも二人が残した小さなものが時間を超えて残された三人をつないだ。家族とは同じ血が流れている人だけではない。同じ悲しみを知り、それでも明日も一緒にいたいと思える人。そんな人もまた家族になれるのかもしれない。エリカさん、何？明日も図書館来る？もちろん。じゃあ明後日は？来るよ。その次は？エリカが笑った。ずっといるから。リコは安心したように笑った。
窓の外では春の光が静かに差し込んでいた。そして三人はまた次の一冊を探し始めた。